3月21日土曜日。朝コーヒーを入れる。ミルでモカの豆を粉にする。よし。部屋中にコーヒーの香りが漂う。米粉食パンをトースターで焼き、ブルーベリージャムを塗る。ヨーグルトにプルーンを入れ、きな粉をかける。こんな朝食で一日がスタートする。今日は来年の2月に出版される絵本「足跡をたどって」の絵を描く。最後の一枚、裏表紙の絵。くまさんが冬眠から目を覚ます。誰かに呼ばれたような。すると何かの足音を見つけ、その後をたどってゆく。くまさんは僕を呼んだと出会った動物たちに聞いていくというお話。裏表紙の動物たちをシルエットで表現するか迷うところだが、順光で描くことに決めた。これで絵本の絵がすべて揃った。こんな感じかな。一日朝から夜まで一人だから、音楽かけて。サラリーマンじゃないから、全部自分の時間、一日ね、どう過ごしてもいいわけですよね。好きなもので埋め尽くしてますよね。夕焼けが大好きだ。夕日ってなんかこういいじゃないですか。寂しいかもしれないけど、そのオレンジのこのなんて空も綺麗だしね。3月22日日曜日。今日は夕日がとても美しい。そういえば私が初めて咲く絵で出版していただいた絵本がマイレッドバルーン、赤い風船。夕日のシーンをラストにしたいと思い構想を練った。女の子が赤い風船を持ってバスに乗り込むが、風船を飛ばしてしまった。次々に動物たちが乗り込む。女の子の風船を取り戻そうと必死に追いかけるが、カラスに割られてしまう。しかし、海に沈む太陽が、私の赤い風船、また明日も会えるね、で終わる。動物たちはそれぞれの行き先があるにもかかわらず、風船探しのバスの旅に付き合う。女の子を思いやる気持ちがある。今世界では戦争が起きている。思いやりの心があればこんなことにはならないはずだ。よし、こんな感じで何かしらこう絵本の種みたいなものがふとしたきっかけで見つかることがありましたね。日常の生活の中でね。3月23日月曜日。新しい絵本の構想を練っている。
男の子は小さな星に願う。僕も空を飛んでみたい。願いを聞いた小さな星は少年のところへ向かう途中、隕石と衝突。ひらひらと男の子の家の前に落ちてきた。男の子は怪我をした小さな星を家で傷の手当てをする。お礼に男の子の願いを叶えてあげる。この願いは一度だけ。小さな星は部屋にある飛行機、おもちゃに乗れるように小さくする。でもどのようにして飛行機に乗るの？男の子は考える。このシーンを漫画の小回りのように展開させようと思う。そして飛行機に乗り小さな星と旅に出るという物語を考える。漫画と絵本をコンバインさせたようなものになれば楽しいものになるのではないか。まだまだ遂行しなければならない。男の子と小さな星との冒険物語。今までの絵本とは違ったものになるので、どのような書き方をすればいいのか。完成させるには時間がかかりそうだ。こういう飛行機が大好きだったので、子供の時ね。それで、この飛行機をモチーフにして、お話を作りたいなと思ったのがきっかけなんですけど。やっぱりこれは、男の子と星のその友情物語。男の子がその窓から夜星を眺めて、癒されてたというか。でその星がある時墜落してくるもんだから、また空にね、宇宙かな、返してあげなきゃっていう、そういうことを男の子が思って、3月24日火曜日、今街頭の引っ越しの原画展を神保町のブックハウスカフェで開催していただいている。今日が最終日。2週間の展示期間中、たくさんの方に見ていただき、絵本を手に取っていただいた。この物語は、沙織が書いたもの。私が気に入って絵本にしたいと思って出版社をいくつも回ったけれど、なかなか決まらなかった。嬉しかったんですね。そんなに、いいかな、よくできてたかなっていう。
この絵本は沙織さんの文章と私の絵が一つになったもの。印刷され一冊の本の形になり、人々の手元に届き、読まれて完成すると思う。沙織さんへ素敵な物語をありがとう。3月25日水曜日。昨日、無事にブックハウスカフェでの展示が終了した。期間中、たくさんの人に絵本、街灯の引っ越しの原画を見ていただいた。中でも大きく描いたラストシーンの絵を見て、心が温まる絵ですね、と言ってくれたのが嬉しかった。息子たちが家族揃って展示を見に来てくれた。孫二人に私の絵を見てもらいたかった。ちょうど孫の誕生日が近いこともあり、お茶の水にある黒沢楽器店へ。子供用のクラシックギターを手に取ったところ、5歳の子にはまだまだ大きくて持て余していた。店員さんがウクレレの方がいいと思いますよ、というので、孫が持ったところ、なるほど、と思った。しかし、じゃらじゃらと弾くだけで、もう少し大きくなった段階で与えた方がいいと思いながらも、喜ぶ顔を見たさに購入することにした。今頃孫は、じゃらじゃらと弾いているだろうか。3月26日木曜日。スギ花粉が飛びまくっている中、コーヒー豆を買いに行く。朝の連続テレビ小説、バケバケの主題歌、笑ったり転んだりを口ずさみながら、市ヶ尾ローストまで散歩。もう何年もこの店でコーヒー豆を買っている。お店の中はいい香り。豆を焙煎していただいている間、お店の方とおしゃべりするのが楽しみでもあります。最近は何を食べたら健康にいいかなんて話をしています。還暦を過ぎるといかに健康に過ごすかという話題が多くなります。野菜を食べましょう。そして散歩をしましょう。3月27日金曜日。哲学者の王子と対談する機会をいただいた。テーマは表現とは何か。私は表現には2種類あると思う。自発的なものと無意識なものがある。哲学者のベネデット・クローチェは思い浮かべたら外に出さなくても表現行為である。表現は精神の根源。欲望のない AI の表現はどう捉えたらいいのか。心があるかないかで違ってくる。それがなければ表現ではない。まとめ、表現は表現である。頭を使った一日になりました。なんか日記をこう読むと、日記を書いてる人のこうイメージ、これをこう書いてる人がいて、その人のまたその一個先のレイヤーというか、なんか二層の体験がある感じが
するのが日記を読むのがすごい楽しいなって思うところで、書いてる瞬間とその書きながら書いてる人が思い出してることも一緒に追体験できるみたいなのが私はすごく好きなんですけど、いいですね。なんか見てないけど一緒に生活をなんか時間を過ごしたみたいな感覚になれるの好きですね。